おはようございます。画家の木曽です。今日の動画はですね、秋ですね。秋がやってまいります。もみじを描いてみようと思います。こちらでございますね。バンと。紅葉が始まりだしたもみじですね。赤とか緑とか黄色とか、結構反対色が入り混じってたりするので描くの難しいかと思いますけども、ぜひ、どういう風に進めていくかごゆっくりご覧ください。で、初めの段階ですね、画面を作るという構成するということをしています。結構で、アクセントで暗い色ガンガンガンと置いて本当に書道家のごとく描いている動画となっていますので、ぜひごゆっくりご覧ください。では、それでは解説をしていこうと思います。今日はですね、ちょっと大胆めに、透明水彩で描いていきます。形をラフにとっていってます。これはですね、佐賀県武雄市にございます、三船山楽園というところの、もみじですね。樹齢何年で描いてたかな、150年とかそのぐらいかな、200年かな、すごく大きなもみじで、秋の季節になると例年ですね、すごい観光客が訪れる場所となっております。で、これはとにかく幹が大きく、せり立っていますので、そういったところを描いておいて、あとは今回のポイントはですね、これはキャンソンボードといつも使ってます。私はですね、キャンソンボード。これ厚紙3ミリ厚の厚紙なんで、ここですね、まずビビッドな赤ですね、カドミウムレッドみたいな色とか、ちょっとイエロー系を混ぜてオレンジ色にしたりとか、ビビッドなまず色を透明水彩ですね、置いていって鮮やかという意味ですよ。ビビッドっていうのはね、朝の番組ではございません。鮮やかな色を置いていって、それを塗り残しながら描いていくということをしていこうと。あまりそこに、重ねずにも一発である程度このビビッドな紅葉しかかっている。そして黄色であるとかですね、やっぱり緑と赤というのは補色、反対色の関係にあるんですね。赤の三原色ってありますよね。黄色と青と赤で、黄色と青を足すと緑色だから緑色黄色と青を出すと緑色とかですね。で、この緑色、要は葉っぱこれから緑色を描いていく、そういうことですね。緑色を描いていくんですけど、赤の反対側に、位置しているのが緑色なんですよ。という昔習ったと思うんですけども。だからまずこのビビッドなこの紅葉しかかっている色を先に置いておこうという、わけでございます。で、こういうふうに画面の中でもまんべんなくというか、もちろんこれ写真撮った段階である程度その辺は僕は考えて、写真を撮るんですけども、これは実際は一昨年に行った写真を元に描いております。今年もぜひですね、どこか取材に行けたらいいと思うんですけども、なかなかですね、なんとかの影響でですね、なかなか外に出にくい状況というのが続いておりますけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。いいですよね、この季節は。本当に秋はですね、でちょっと大きめに塗るとこと細かく、そしてここです。書道家のごとく、これはあえてやりました。皆さんの絵を見ていると筆致とかタッチにあんまりなんていうか、そこで面白がってないんですね。私もっと面白がればいいのになと思って、楽しくですね、油絵なんか描いててもゴテーと乗せてみて、それをグニュグニュグニュって伸ばしてみたりとか、案外遊んでいるんですよ。で、これなんかまさにもう書道家の気分でやってますね。どこぞやの書道家の気分で、偉いなんとか先生ぐらいの小木曽莫山とか言ったからね、いいちことが書いた人ですっけ。そんな気分で書いていってます。で、そういうふうにちょっと筆致のバリエーションみたいなのをつけておくだけで、ちょっと達者な人やなって見えるんですよ。これ案外ですね。で、画面構成的に、暗い色をどこのところにアクセントとして置くか。皆さんもよく構図の考え方みたいな動画多分僕言うてる可能性あるんですけど、鬼好評かどこかで言うてもこんだけ本数上げてるとどこで言うたか覚えてないんですけども、愛という字を紙に書いてみましょうみたいなのをホワイトボードを使ってなんかやった記憶あるんですね。で、例えば小さく端の方に書いたらなんかこっそり見てる、なんていうんですか、言い方をよくすれば叶わぬ愛かもしれません。悪い言い方をするとストーカーかもしれませんよね。小さく画面の端に愛と書いたら、一方でドンとデカデカと書いたらですね、お前のこと好きやっていうなんていうかですね、推しの強い愛かもしれませんし、みたいなことをどっかで言ってる
はずなんですけども、ちょっとそれと似てるというかですね、今回は例えばこの幹のすごい力強さを表すためにはどうしようかと考えた時に、ただ写実的に描くだけじゃなくて、初めの段階でグググググーっと強めに、そしてこの画面を構成する暗い色でトントントンと画面の中で引き締めるような役割を持たせているんですね。なかなか分かります。こう書道家の気分でやってるんですよ。でそういったことも例えば現場で書くときなんか、私結構こういうの意図的にやったりします。なんかこうですね、すごくこう上手に写真をのかのごとく書くというのがではそれだけではないのでですね、そうじゃなくて、その場の臨場感なるものとかを伝えるためには、そういったこう技術というかテクニークですね、テクニークみたいなのを身につけてみると、そしてこういう幹の書き方とかっていうのでちょっと言ったと思うんですけども、隙間書いていってみてくださいねみたいなことも言ってます。そしてほら、こう画面の端の方まで意識を持っていっているのが分かりますか。このぐらいの段階をちょっと覚えてほしいんですよ。これで十分木となんか黄色い葉っぱやな、赤い葉っぱやなっていうのが見えてきませんか。あらマジック魔法みたいねっていう感じでしょ。だからこの時期どうなってるか分かりませんけども、ぜひですね、取材等々行かれる際に、その現場で書くのが難しかったら写真を撮って、その際に少しだけ、もう3分でもいいです、5分でもいいですんで、ちょっとだけ考えて、こう書こうかな、この幹の印象めっちゃかっこええな、それにこの赤とのコントラストがめっちゃ綺麗な、そしてまた緑とのコントラストがめっちゃ綺麗なとかっていう印象をしっかり残すことをお勧めいたします。で、ですね、ぜひですね、季節よくて、どうなっているか分かりません。これ公開されているの10月ぐらいか分かりませんけども、ぜひそれで緑をようやく、赤い色が乾いて黄色い色が乾いてから少しこう緑色を置いていってます。ちょっとこう不透明系のような色ですね。なんか僕はあんまり不透明とか透明とかあんま気にしないんですけど、一応はこれは草壁さんの透明色セットを使っておりますけども、緑色なんていうのは結構こう不透明の黄緑色なんていう色の名前かなんていうのは私は興味がないので覚えれません。すみません。やっぱりね、人間の脳みそのキャパシティというのは決まっているようですね。私は全く興味がないの。ごめんね、学生さんの名前もなかなか最近興味ないわけじゃないんですよ。数が多すぎるというのと、マスクをしていると、そしてこんな本も遊びましたね。スパッタリングといって飛ばしてます。ダン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 というね、もう適当に飛ばしてます。そして乾いていない絵の具と混ざり合って案外綺麗やったりしますよということをしてみたりとかしているんですね。ちょっとこう行けるような状況とか、人が少なそうなとことかを、例えば、東京の方とかね、都会の方難しいんですけど、案外なんとか渓谷とか探すと、自分の都道府県の中にあったりしてですね、でそれでなんかこう、もう例えば都道府県ランキング、例えばじゃらんさんとかであるんですよ。で20位ぐらいのとことか案外人いないですよ。で私そういうのとか調べたりとか、あとはGoogle マップで自分でずっと暇な時に、近くのとこずっとアップにしてみたりとか、なんとかしてみたりとかして適当に調べるんですよ。とかカーナビゲーションとかで走っている時に、向こう行くとなんか滝ありますよとか、向こう行くと何々ありますよみたいなのを覚えておいてですね、あんなとこ滝あるんやなとかっていうのを覚えておくんですね。そうすると大体行ってみたら案外人がいなかったりするんですね。でそういうところからライブペイントを何度かやろうかと試みたんですが、残念ながら通信環境が全くなくできないということが何回かチャレンジをしましたが、また機会があればやってみたいなと。また飛ばしてますね。でやっぱりこの赤のところは塗らずに、それでもこう緑の複雑さをこうですね、ちょっと早送りかな、早送りではないですね。今回最後の方確か早送りちょっと使っていると思います。でもうぜひですね、もうお父ちゃんもうそんなパチンコばっかり行ってないで、私をちょっとどっか連れてってよとか言ってみてください。例えば旦那さんもですね、絵描かれてて、奥様にちょっとデートにでも行こうかなんていう感じで誘ってみたらいいんじゃないですか。適当なこと言ってますけど、例えばそういうところでコンビニエンスストアで買ったおにぎりを食べるだけでもこれがまた美味しかったりするんですよね。お茶とですね、僕は大体でも水持っていくんですよ。水と大きめの水を持っていって、いざとなって絵描くかもしれないんで、大体こう大きめのペットボトルの水を持ってって、でなるべくこう空きペットボトルを持っていくようにしてるんですね。1リットルだったら1リットル、水1リットル持ってったに対して、大体車にボンと置いてます。汚い車になってます、中がね。そうすると使い古した水なんていうのは
そちらの方に入れれたりしますので、水入れとかも持っていきつつ、飲む用の水と空のペットボトルなんかっていうのを大体車にポンと置いてて、なんか書きたなったら書いたりするんですけどもね。そしてこれ輪郭線ちょっと見てほしいんですけど、木の中と、この幹のど真ん中のこうところに白く光ってるところなんていうのは、外側とこうほぼ同じ色にしてるっていうか、書いてないの分かりますかね。書いてないけど木々っていうのがつながって見えてませんか？上なんかもそうですね。上の方なんかも葉っぱの隙間からちょんちょんちょんと見えてるのを描いているだけで、実は木ってつながってるように見えるんですよ。ね、でここがなかなかできなくて、葉っぱは葉っぱ、幹は幹っていう風に分けすぎるんですね。だからその辺を分けすぎず、あとプラス画面のコンポジション構成ですね。今濃いめの緑を画面の中でアクセントとして、だから明るい色と暗い色を画面の中でコンポジションしてあげたりとか、あとサイド鮮やかな色とかを構成してあげたりとか、一部局部的に偏りすぎてしまったりすると、なんていうか、すごくそこのところだけ、ググーってなってしまったりするので、これは絵なんでですね、見る人が判断することなんですね。もちろんこう本人が判断するんですけども、その見る人がここに赤があったとか、ここに木があったなんてことを多分ほとんどの人そこまで細かく見ていないので、絵を見た時に何々ちゃんこの木もっとこう赤くなかったとか、この幹こうや、ここちょっと白入れ出しましたね。そんなことを言う人っていないと思うんですね。カルチャーセンターで例えばモデルさんとかがいて、そのモデルさんを描いたりした時は、なんかモデルさんもうちょっと痩せてなかったとかっていう会話はあるかもしれないんですけど、こういう風景とかっていうのは基本的にはそんな会話ないはずなんですよね。あったら面白いですよね。全てめちゃくちゃ記憶しているとかいう人いたら面白いなと思います。超有名な観光地とかやったらそれは起こり得ますよ。例えば何ですか、富士山なんか描いてみたけど、あれこれなんか富士山に見えへんぞ、ちっちゃい山に見えるぞとかっていうのはやっぱ起こり得ますが、大体の場合はそういうのはあんまなくて、こういう紅葉にしてもここに赤があったなかったなんていうことはあまり問題になることはないと思うんですね。だからそのあたりというのはちょっとこう伸びやかに自由に、されてみることをお勧めいたしますということで、だいぶこう書き進んできましたね。ちょっと画面をこうやっぱ手の動き分かる通り、なんとなく画面の中で広がりを持ってで見えてきているの分かります。そんなにこれ局部的にどこか見せ場にするということを考えている絵でもないんですが、やっぱりキーなんですけども、でもそこのところにコントラストをついているわけではないんですね。でやっぱり全体の全体感で見せてあげようということで、書き進めていってます。そしてやっぱりビビッとさ鮮やかさというのをなるべく大事にしながらですね、そして隙間もなるべくこう塗っていって、白いところというのは向こうに見えてる空ぐらいの感じにしてあげるということをしてみて、そしてこう下の方まで画面を意識してあげて、ドライブラシというかですね、今は例えば少しかすらせながら描いているのが分かりますかこれだけでもこう絵の具の幅というのがすごく出てきてるじゃないですか。水を多めにしているところからかすらせるというところも出てくるんじゃないかなという感じで、一日仕事をした後に録音するとこんな感じで下が回るわけでございます。すみません。で下の方もね緊張感を持って描いている。よくこう皆さんの絵見てると下の方詰まっていることがあるんですね。下の方にモチーフが来すぎてしまっているなっていう人いますけども、やっぱりここに大地に根が根ざしているでいいんか、ようなことを書いてあげることによって、この木々の大きさというのをより伝えることができるんですね。そこをズボンと切ってしまったりすると上の部分だけとかやったらちょっと小さくスケール感が見えてしまうことあるんですけども、これだけ大地に根を張っているんだということを伝えるために下は若干の空間を もちろん開けておりますという感じで、今平筆を使っているわけですね。こうほとんどナイロンのなんか筆を使っていますよ。そんな高い筆を使っているわけではないです。皆様と同じような道具を使ってます。水彩紙に関しても今回のこの方法ぐらい、書き方ぐらいやったらそんなこうですね、キャンソンボードみたいな厚紙に貼ってあるものでなくても十分描けるかなと。水をジャバジャバに塗っているわけではありませんので、描けるかなというふうな気がします。そしてディティールをだいぶ詰めながら描いていって、おりますね。皆さんどうですか？秋の季節、冬にかけていっぱい描くためにも、ぜひ取材とかを行かれそうなら行った方がいいと思いますけども、なかなか行けるか行けないかという状況下でありますのでですね、やっぱりこう貯めておくというかですね、いっぱい取っておいて、私なんかは本当に変な話、油絵も描きます、アクリルも描きます。そしてディティール、ほらこれを見るとにじんだりいろんな絵の具の表現の幅が見えてきますしね、絵の具のこう細かい部分の
こうちょっと白っぽいの、白を足した色のグレーみたいなのを入れて、描いていって、ドライヤーで完全に乾かしながら、また最後こう細かい描写を見せながら、この辺細かい描写を始めておりますね。やっぱりこうアクリル、油絵、透明水彩、いろんなバリエーションかけますから、一つのモチーフを3通りの画材で描くことができるというせこい人間ですよね。そういうことをするので、たくさん膨大に取っておくんですね。昔と違ってやっぱりデジタルの時代便利になりましたよね。データとして残しておけるので、やはりですね、こんなの絵になるかなと思っていても撮っておくってことは大事ですよ。その後にですね、またその写真を見て、もしかしてここだけ切り取ったら面白いかもなとか、ここの部分なんか外してしまったら絵になるかもしらんぞとかいうのが意外と出てくるんですね。だから私はだいたい海外旅行なんか行くと何千枚、2000枚ぐらいは確か撮ると思います。実際に絵にできるのが100枚ぐらいかもしれません。20分の1ぐらいかもしれませんが、そんな感じで撮ったりするんですよ。だから皆さんもぜひですね、今後自分の自作に活かせるように取材等々、写真じゃなくて現場でもちろん描くことを推奨しますが、なかなかね、なんとかウイルスのせいで現場でじーっとしているというのは難しい人が多かったりすると難しいかもしれませんので、やはり写真を代用しながら描くということもやっぱりあるのかなと思います。そして、絵画にするということを少し覚えておいてください。見る人というのはその景色のことをそんなに細かく多分知らないと思います。富士山とかね、超有名景勝地、お寺、寺社仏閣とかでない限り、と思いますので、ぜひですね、いっぱい取材に行って、これなんか本当根元だけでも実は絵になるんですよね。葉っぱかなんかが枯れ葉が落ちてきてそこに溜まっていたりするだけでも絵になりますし、秋の季節、柿の木なんていいんですよね。絶対柿の木なんか僕好きで描いても多分 YouTube に上げても視聴回数全然伸びひんっていうパターンで、でしょうね。そういうなかなか渋いのがモチーフになるんですけどね、柿の葉っぱはいいですよ。ちょっと柿の葉っぱの紅葉とか桜も確か早いはずですよ。なんか紅葉葉っぱいつ頃とかネットで調べてみると出てきますよ。ちょっと早いこうね、あれ葉っぱするものと、逆に11月の末ぐらいまでかかる12月、九州だと結構遅かったりしますけどね。そういうのを調べてみてください。ちょっとこれは秋より早めに北海道の方に向けて、私のファンなぜか北海道が多くてありがとうございます。皆さんのためね、いつか北海道のどこかで展覧会できたらいいですよね。三越って札幌店でやりましょうか。勝手に言ってますけどね、画廊さんに頼んでどっか動いてって言ってくれたら動いてくれる可能性ある画商さんとお仕事すればいいんですね。僕はね、ありがたいことですね。北海道も仙台も何度か行けるチャンスあったんですけど、仙台とかも行ってみたいですね。牛タンが食いたいですね。北海道も美味しいですよね。味噌ラーメンが大好きだ。ということで、出ているお会、ぜひ九州にも遊びに来てください。私は来年、今9月、ちょうど1年後ぐらいかな。今これ録画しての9月9日なんですけど、そうか、個展やってる最中かもしれませんよね。うるさいおっさんですけど、たまに疲れてぼーっとしてたりしてもね、そーっとしといてあげてくださいね。という感じで、ちょっとディティールを赤いのちゃんと塗り残しながら、ディティールを描きながら完成に向けて、進めていきました。わあ細かい、鬱陶しい、めんどくさい、こんなんやりたないっていう人はもっと大胆に言ってもいいと思いますよ。塗り残しながらとかね、彩度を保ちながら自分が初めに描こうとした印象をすごく大事にされてください。その印象というのはね、どんどんこう時間が経つと忘れていくもんですから、しっかりと印象を残しつつ、描き進めていければいいかなと思います。自由な伸びやかな絵の具の使い方ということでですね、今回はもみじ、紅葉のもみじを描きました。もみじと紅葉って同じ字なんですね。という感じで、早送りにします。ちょっとディティールを描いていって、細かく描いていったり、また暗いのちょっと引き締めとこうかなっていうのを引き締めたりですね、木々の隙間描いていったりとか、描いていってる、細かいこと描いたり、暗いのにアクセント、画面の中で放射状にこうね、わーっと行くようにしたり、細かい描写したりとか、わーっと細かいちょっと書いていって完成に向かってきました。非常に彩度の高い、私は結構面白く気に入った作品になりましたという感じでございます。白とかもちょっと足したりしながらですね、不透明水彩的なところも使いながらこんな感じで、仕上げていきました。皆様どうですか？ぜひ、素敵な秋をお過ごしくださいませ。ということでサイン見てください。ちょん品がいいこと、そしてマス
キングテープを剥がすと、これは額縁効果といいますね、枠にギュッと引き締まったように、なるということで、私はこのマスキングテープ、これはホームセンターで売っていたなんか紫色いいなと思って紫色にしました。黄色だとなんかねすごく目立ちますので、という感じで、完成でございますわ。デテールを最後にお見せして以上でございます。ご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうか。こんな感じで、描いていきました。やっぱりですね、反対色を置いてやっぱサイドを保ったまま完成まで持っていくというのはすごい難しいと思いますけども、そこはぐぐっと我慢しながらぜひ、進めていかれてみてはどうでしょうか。ぜひ、この過ごしやすい季節に、ぜひ、こういったものを取材して、今後描いていってみてください。また今後もよろしくお願いします。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。では、チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。